今回はこのスマホ、ミドルレンジスマホ期待の欲しい Galaxy A56 のレビューをしていきたいと思います。本日到着しました。私はサムスンからオーガネット製品をもらっていません。製品貸し出しも受けていない。メーカー担当者と繋がっていないので正直なレビューをしていきたいと思います。それではやっていきましょう。今回これが到着したので開封しましょう。じゃーん！中国から届きました。アリエクで買いました。なのでこんな変なものに入っています。エアバッグ。今回パンクしてない、珍しい。いつも箱ボコボコになってるけど、今回は大丈夫でした。それではオープン。はい、出てきました。Galaxy A56。8が256を買いました。このスマホ失敗しました。残念ながら日本で発売しないと思われます。今回 A36 が発売すると思います。なのでこの動画ボツにするか悩みます。おそらく再生されないでしょう。それではオープン。オープン出てきました。グレーを買ったけど、ほぼ白じゃないですかね。かなり綺麗な色。付属品を見ましょう。マジで日本発売しないの残念。買った意味がない大赤字になるでしょう。残念です。オープン。付属品も見なくていいんじゃないですかね。あ、間違えた開ける方。それではオープン。SIM ピン。付属品はゴミ。ケーブルのみ。まあ、いつも通りです。本体見ていきましょう。はい、かなりかっこいい。A56、かなり高級感あります。F24FE に似てます。F24FE もこんなデザインだったと思います。なぜ Galaxy A56 発売しないのか、日本で。おそらく S24FE と価格帯があまり変わらなければ S24FE 買った方がいいですからね。S24FE はほぼ S24 と性能同じでした。こっちは結構性能落ちると思います。日本で発売6万円台、それぐらいで発売すると、プラス2万円で1万5000円、プラス1万5000円から2万円で S24FE 買った方がいいですからね。カメラは三眼レンズに見えるけど、おそらく実質二眼レンズ。超広角メインレンズの二眼レンズでしょう。フラッシュライト。またスペック表で確認します。Galaxy A36。このスマホよりも1万円ぐらい安いので、S24FE と差別化するために、ランクを下げて A36 を発売するのでしょう。おそらく。残念やね、56出ないの。それではペリペリ剥がしましょう。ペリペリ出てきました。ベゼル結構細くなってると思います。残念ながら保護フィルム貼ってないので、画面保護フィルムとケースは別途買う必要があります。インカメラ上にあります。上面マイク穴2つ開いてます。左面何もなし。下面 SIM スロット、マイク穴、タイプ C 端子、マイク穴、スピーカー穴。右面音量ボタン、電源ボタン。通常配置。側面は艶消しのデザイン。これはありがたい。指紋がベタベタつかない。傷も目立ちにくい。SIM スロット開けましょう。香港版なので、おそらく物理リアル SIM だと思います。表面 SIM1。裏面 SIM2、物理リアル SIM、マイクロ SD は非対応。日本版はおそらくシングル SIM プラス eSIM だと思います。いや、A56 日本で出ねえわ。A36 はシングル SIM プラス eSIM だと思います。それでは、スイッチオン！サムソン Galaxy Android Welcome！日本語 OK 開始。任意は押さないようにしましょう。データ提供はしません。同意する。次にスペック見ていきましょう。まず価格。私はアリエク8が256を6万6000円ぐらいで買ってます。現在円高になったので、もう少し安くなってると思います。買うんだ。6万4000円ぐらいだと思います。8が128が6万円。256が6万6000円。12が256は7万2000円。カラーはグレイ、グラファイト、オリーブ。私はオリーブを買いました。なのにグレイが届きました。意味がわかりません。まあなぜかというと、無在庫販売をしていたようで、発送されませんでした。グレーならすぐに発送できると連絡が来て妥協しました。残念。さらにピンクがあります。明細書見ましょう。ワイヤレス充電非対応残念。IP6867 だったような気するけど、どっちですかね。まあ一応防水防塵対応しているでしょう。電池容量5000。最大充電速度 45W。リフレッシュレート120。イヤホンジャックなし。有機 EL ディスプレイ。画面内指紋認証、顔認証もあります。画面解像度1080フルハイビジョンプラス。日本人対応してます。香港版なので物理リアル SIM。
アイテムニュー、アリエクニューってやるやつを買いましょう。中古品とか再生品が混ざってるので注意してください。注意しないといけないのは、S シリーズは日本の対応バンドを対応してるけど、A シリーズ A56 はドコモ au プラチナバンド、バンド18、19非対応です。買う人はいないと思うので、大丈夫でしょう。箱の中身はこんな感じ。アンツスベンチマークバージョン10回しました。総合スコア80万点。総合スコアよりも CPU と GPU を見てください。こっちの方が大事。CPU スコアは一般的な処理能力。GPU はグラフィック能力 3D ゲームをするのに重要でしょう。CPU30 万点。結構性能高い。GPU14 万点。ゲーム性能はよろしくないようです。重たい 3D ゲームするのはやめた方がいいと思います。私のブログ記事見ましょう。色分けしてます。前作の A55 よりも CPU6 万点上がってます。だいぶ性能上がってます。もう Galaxy S21 より性能が高くて S22 と互角の CPU 性能。GPU は弱いけどゲームしないならサクサク動くと思います。Pixel 8a よりも少し劣るぐらい。大絶賛されていた Xiaomi 14T よりも CPU 性能は高いです。GPU 性能は違うけどかなり進化してます。電池持ちは現在継続中です。このブログ記事にて更新していくと思います。前作 Galaxy A55 電池残量残り 60% ぐらい。24時間後電池残量 60%。おそらくこれぐらいの電池持ちはあると思います。次回動画までお待ちください。チャンネル登録してお待ちください。それでは比較しましょう。左 Galaxy A56、S25。サイズ感が全然違います。Galaxy A56、6.7 インチ大画面スマホ。S25、6.2 インチ。見た目はどっちともかっこいいと思います。でも素材が違います。S シリーズは指紋がつきにくい素材。A56 指紋がベタベタつくと思います。白だから目立たないけど、黒とかだったら目立つと思います。通常のテカテカの素材です。カメラバンパーはかっこいいです。ダークシルバーみたいな色。側面はどっちとも艶消し。この点はいいと思います。表面仕上げはやめてほしい。どっちとも三眼レンズに見えるけど、A56 は一つはマクロかセンサーよくわかりません。超光学メインレンズの二眼レンズだと思います。望遠はありません。指紋の位置見ましょう。残念ながら A56 ミロルレンジスマホなのでコストカットして指紋の位置押しにくい下の方にあります。片手操作で押しにくい。Galaxy はちょうどエビが当たる位置。A56 下にずらさないといけない。精度速度は変わらないと思います。Galaxy A56、あと欠点がありまして、指紋3つしか登録できません。S シリーズは4つできます。他メーカーはだいたい5個できるんですけど、3つは残念。両手親指と人差し指3本しか登録できません。指が汚れたらロック解除できないので、多い方が有利です。ベゼルの太さは結構違います。S シリーズは極細。全スマホの中で一番ぐらい細い。A シリーズ少し太い。特に下面がちょっとでかいです。動作速度比較しましょう。Chrome 開きましょう。みんな大好き JADO。ホンダ公式サイト開きます。このサイト重たいです。拡大表示しすぎて画像が見えないんですけど、この48台、この数字を見てください。並び替えします。多少差が出ると思います。せーの。安い順。少しワンテンポ A56 遅いぐらい。十分早いと思います。ミドルレンジスマホとしては優秀。だいぶ CPU 性能高い。普段使いではサクサク動くと思います。ゲームには向いてない。次カメラ見ましょう。カメラ見ましょう。動画撮影。4K30fps 撮影できます。60fps はフルハイビジョンになります。フルハイビジョンにすると 60fps 撮影できます。メインレンズしか撮影できません。4K30fps は超高角度2倍使えます。手ブロスは結構いいと思いますけど、おそらく。前作結構良かったような気がします。写真は超高角レンズ、メインレンズ2倍望遠、ワンタッチで切り替えできます。ナイトモードにしても同じです。最近ミドルレンジスマホでも結構カメラ性能高いので、写真撮るぐらいならA シリーズでもいいと思います。室内撮影や拙者、食事などはどんなスマホで撮影しても綺麗に撮影できます。差が出るのは屋外風景撮影です。特に夜景、次回動画までお待ちください。屋外撮影、手間と時間がかなりかかります。チャンネル登録をしてお待ちください。最後に Galaxy A56、致命的な欠点発表していきたいと思います。結構性能高いのに残念です。ドゥ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 じゃーん。
おそらく日本で発売されない。日本で買えないの残念です。結構いいスマホなのに。間違ってたらすいません。